こんにちは。お元気ですか？今日は11月の1日土曜日ですね。今日から11月になってました。いや、もう寒いはずだわ。あと、もう2025年が終わるなーっていうのをね、11月に入ったなーって思うとしみじみ感じますよね。もう来年のこととかも考えたりとか、ね、2026年1月どうしようかなとか、2月の頃はこうだなとか、来年のこと考えてもね、もう普通に鬼も笑わない時期になってきたというかね、そんな気がします。ということで、11月初日の今日この頃でございます。じゃあ話すことがないんだけど、いや、なくはないんだけど、日常のことをね、なんとなく垂れ流してるっていうのが、この動画のあれなんですけれども、そうだな、最近は1週間ぶりのねこの配信になるんですけれども、この1週間とりあえずね、うじうじとずっと悩んでたことはね、青色申告ですね。来年ので初めて青色申告をするにあたり、そのね、会計ソフトの帳簿の付け方がね、これで合ってるのどうかがちょっとよくわかんないとか、なんかもうそれでこうちょっとうじうじちょっとしてて、先日商工会議所なんかにも行ってみたはいいものの、少しはなんとなく前進した気はするものの、やっぱりこれはこうですっていう答え合わせにはならず、どうしようみたいなことがね、ずっとこう気持ち悪くもやもやとなんとなく毎日引っかかってて、今日こそどうにかしなければと思いつつ、何日か前にね、税務署に電話しました。税務署に電話して、ちょっと一緒に見てもらえませんかっていうね、相談をしてっていうかな、面談の相談の予約を取りました。もうね、それでちょっとほっとしましたね。ちょっとね、税務署に電話してみようかなっていうのは前回の、この動画配信でもね、言ってたんですけれども、コメント欄とかでね、その電話相談とかもあるけれども、面談の相談の方がいいですよみたいなコメントをくださった方がいて、それを読んで、やっぱそうだよなと思って。電話代金がかかるっていうのももちろんだけど、やっぱ電話相談だと結局はね、なんとなくこうふわっとしたところが解決しないような気がして、やっぱりこうしっかり一緒に見てもらってやらないとちょっとはっきりわからないかもっていう気がしたので、やっぱりね、面談で相談してもらおうって思いました。それで、予約取れたんですけどもね、予約がね、1ヶ月ちょっと先くらいなんですよ。だから、12月入ってからなんですね。だから今の時期でね、予約して1ヶ月先ってことは、やっぱりね、混んでるもんなんだろうなって思いましたね。この相談、夏ぐらいに、申し込んどいても良かった気もするんですけど、夏はね、結構暑かったっていうのもあって、なんか、いろいろ行動する気も起きず、でも、直前にならずにね、12月ぐらいに相談できるっていうのは、ある意味ね、ちょうどいいタイミングなんじゃないかなっていうふうにね、思いましたね。この2025年の最終月の段階で相談できると。なのでね、相談の面談をしに行く日まで、1ヶ月くらいあるのでね、ちょっと一回ここでね、この気持ちをほっとさせてとかいうかね、こうもやもやしてたのを一回リセットできたので良かったなって思いますね。それでちょっと数日、ちょっと青色申告のことは忘れて、で、またね、こうちょっとぼちぼち、その相談日までにね、きちんとこの相談する内容を明確にしておくとかね、自分でも調べられる部分はきちんとある程度調べて、しっかり理解をもうちょっと深めた上で、しっかり相談できるレベルの私になって、ちゃんと相談しに行こうっていうふうには思ってます。でもね、ここ数日ちょっとね、もやもやがね、こう続いて、もう、ちょっとね、もうお腹いっぱいっていうか、もうね、それ考えたくない気分になってたんで、一旦ちょっとリセットってことでね、数日忘れようと思います。青色申告のことはね。
まあまあそんな感じでございます。青色申告っていうのはね、今年から私が個人事業主っていう形になって、細々とですけれども、自分一人ぼっちでサラリーという形ではなく、自分一人でどうにかお金を稼ぐ挑戦みたいなのをしてるので、それでその決意としてね、1月1日付で個人事業主の届け出も出してるので、次回ね、初めての青色申告をするっていうことになってるっていう、要約するとそういう形でございます。ある意味ね、こう一回青色申告とかね、そういうのがこういうものでこうすればいいんだとかね、そういうのを経験しておくっていうのもね、悪くないかなっていうふうに思いました。たとえね、この先自分がこのまま個人事業主として生涯生きるのか、もしくは全然お金稼げなくて普通にねサラリーをもらうような生活にまたなるのかとか、そういうのは分かんないですけども、青色申告とかね、そういうやり方を一回知っておくのは悪くないなって思ったりとかしました。それで言うとね、今私が一人で何かをやって何かを生み出してお金を収入を得るっていうチャレンジをしてるわけですけども、それがねここ最近ちょっとね調子が悪くてお金が全然稼げてないんですよね。それでね、そっちの方でもストレスになったりね、頭を抱えたりとかしてて、この先どうしようみたいなね、そういうのがあって、結構この1週間元気なかったです。なんか確定申告もなんかもう考えるのも嫌だし、なんかこう収入が全然こう頑張っても全然収入得られないし、あと前々からね、このこの収入を得る方法をこう今どうにか少しでも収入を得られてるその一つのことにこうしがみつくんじゃなくて、いくつかね、これでもお金稼げないかな、これでもお金稼げないかなっていうのをいろいろ試して、いろいろとにかくね、いくつかこの手段を複数持っておくっていうのもね、しなきゃって思ってたんですけども、とりあえずちょっとでも収入が出たところにしがみついてというかね、とにかくそれを継続させなかったってことでいっぱいいっぱいで他に手が回んなかったっていうのもあるんですけども、ちょっと他にもね収入の方法をトライしなきゃっていうのをね、ちょうどって言ったらあれなんですけども、今現在の収入が全然やばくなってきたところで、ちょっと他にもね、具体的にちゃんとトライしなきゃなっていうのを感じているここ最近でございます。ほんとね、なんかやっぱ自分で稼ぐのっていうのは難しいなっていうふうに思ったり、ずっと思ってたけどしますね。でも明日の米がなくなってるわけではないので、とりあえずね、もうちょっとというか、ずっとやるつもりではいるんですけれどもね。そんなこんなです。そんなこんなです。そうそう。あとね、その税務署にね、青色申告で相談に行くっていう予約を取った流れというかね、流れってわけじゃないんですけども、なんかね、やっぱり税金ってとにかく高いなっていうのを痛感してるんですよね。去年の稼ぎって100万ちょっとぐらいしかないんですよ、私。所得がね、100万ちょっとくらいしかないんですけれども、それでもね、結構、税金関係とかで、社会保険料とかですよね、が、結構、あんだけしか稼いでないのに、こんだけ払わなきゃなんだなっていうのもあって、なんか、ね、そうそう、ちょっと来年が怖いなって思ってるんですよね。全然今年もね、普通の人に比べたら全然稼げてないんですけれども、それでもね、生活費をカバーできるぐらいはどうにか収入を得てきたので、それくらい収入を得てると、去年であれだったってことは、税金がまたさらに社会保険料とかね、いろいろ住民税とかね、いろいろあるじゃないですか。いろいろね。国民年金はどっちにしろすごい高いし、そうそう、だから、これまでね、
年金未納して多分追納しちゃおうかなって思ったんですよね。で、50万くらい未納してるんですよ、私。一時期本当にメンタルやばくて何もできなくて、とにかく寝てたっていう生活をね、まあ1年間はほぼ寝てたんですけど、2年目3年目と徐々に動き出しつつも引きこもりは変わらずっていう、ただ生きてるっていうだけの生活をしていたので、その間ね、とにかく貯金が尽きたら人生ゲームオーバーっていう状態だったので、年金はもう未納にしちゃったんですよ。あ、未納じゃないな。未納じゃなくて、控除です。控除の申請してたんで、ごめんなさい。未納とは違います。ちゃんと、控除じゃないや。免除。免除。もう、頭おかしい。年金を払いませんっていう免除申請をして免除に通ってたので、稼ぎがないからね。ということで、年金の免除を、2年ちょっとぐらい続けたので、それで、年金の未納分というか、免除してて払ってない分が50万弱ぐらいあったんですよね。で、それをね、ちょっと今回全部もうまとめて払っちゃおうかなと思って、そうすると貯金がまたかなり減って、ちょっとやばくないっていう感じにはなるんですけども、なんかやっぱ一回ちょっと自分をギリギリまで追い詰めた状態でやらないと、あのエンジンがかからないっていうか、かからなくはないんですけど、逆にちょっとそのプレッシャーによって寝込んじゃうかもしれないですけどとにかくどっちにしろ税金もまたそれで増えるっていうのが嫌で、とりあえずつまり控除分をね、所得控除の分を枠を控除をたくさんするために年金を一回今回払おうかなっていう気がしました。なので年金の追納の申し込みしようと思ってしたんですよ。でね、ちょっと追納の仕方を調べて、追納できますよっていうハガキもね、何ヶ月か前に来てたんで、ちょっとそれを見たりとか、そこに書いてあるそのウェブサイトとか見たりしたんですけども、その追納しますっていう申請の仕方がね、アナログなんですけれども、申込書にね、手書きとかで書いて封書で送るっていう郵送なんですよね。それにビビりました。年金事務所にね、最寄りの年金事務所にね、紙の申込書を郵送するんですよ。それ、郵送以外なんかで方法ないかなって調べてもなくて、郵送何回みたいな感じでね。それがね、ちょっとびっくりしました。でね、申込書はね、なぜかネットでダウンロードしてくださいみたいなやつなんで。で、申込書をダウンロードして、その申込書でね、ネットとかで入力とかできたりするんですけど、それ結局ダウンロードして、紙ベースで印刷して、それを郵送で送るっていうね、方式なんでね、それがちょっと、なんか、笑ったっていうか、受けたっていうかね、そんな感じでね、この申込書をダウンロードして、プリントアウトして、自分家にプリントとかないんでね、いつも使ってるセブンイレブンのネットプリントでね、プリントして、年金事務所に、この期間内の、免除してた分追納します、みたいなね、申込書を、封筒に入れて郵便局じゃない、ポストにね、投函してきました。でね、投函した後、なんか申請を受け付けましたみたいな、そういうのが今度また郵送で来るらしいんですよ。で、それでまた追納をこうしてくださいねみたいな指示とか振り込み方法とかの指示が郵送で来るんだと思うんですけども、なんか年金事務所のアナログ素に笑ったっていうかね、そういうことがありました。追納しますっていう申請書をね、ポストに投函したのは数日前なんでね、まだ全然返信とかは来てないんですけどもね、そういうことをしたっていうのがね、ここ1週間のやったことかなっていうね、確定申告のための税務署への相談に申し込みましたっていうことと、年金を追納するための申請書を郵送で送ったよっていう感じですかね。そうそう。で、その年金の
追納のための申請書をね、郵送で送るときにね、私びっくりしたんですけど、今って、封筒での切手が110円になってたんですね。ちょっとびっくりしちゃいました。しかもなんかネットで見たら、もう1年前ぐらい、2024年の10月って書いてあったかな。だから1年前ぐらいに切手の料金上がってたの全然知らんかったわと思って、びっくりしました。確かに1年間ぐらいはちょっとなんかを郵送したりとかしたことはなかったと思うんで、そうそう、だから切手もどんどん上がってんだなと思ってびっくりしましたね。私未だに82円切手とか全然余裕で持ってるんで、なんかそれをねちょっと組み合わせたりして、あの貼ればいいかなと思ったら足りなくて、普通にコンビニでね110円の切手を2枚くらい買ってきて、はい。で、なんかそうそう、切手もいつの間にか上がってたなーなんて思ったのが感慨深かったですね。切手昔いくらでしたっけね。50、60円くらいじゃなかったでしたっけ、封筒とか。80円 ?70 円とかだったかな。ね。それがこの82円とかすごい中途半端な金額に上がったりとかして、気がついたら今110円になったわけですね。ね。なんですかね。経済は成長していないけれども、いろんな物価高がね、インフレしていくというじりじりと真綿で首を絞められる日本国民みたいな。まあただね、安くていろいろ低料金でできるサービスっていうのをね、日本にはいろいろあったりとはするとは思うんですよね。サービスとか、まああとは低料金で、まあ、美味しいものを食べれたりとか、低料金で楽しいサービスが受けられたりとか、娯楽があったりとか、そういうのはねあるとは思いますね。まあ、ただその低料金もまあちょっとずつは上がってはきてるんですけども、まあそれでもね全体的には暮らしやすい国であることは変わりはないなみたいな。まあどうなっていくのかなこの先日本みたいなね。そんな感じでございますね。はい。まあここ1週間そんな感じで過ごしておりました。まあ、あとはね、トイレ掃除ができたっていうこともね、自分にとってのグッドポイントというかね、花丸をつけてあげたいことですね。もちろんトイレ掃除は、定期的にね、トイレブラシとかで、なんとなくこう、赤カビとかがちょっと出てきたかなと思うと、こう、シュッシュゴシゴシってやったりとかして、定期的になんとなくの掃除はもちろんしてますけれども、ちょっと床とかをね、きちんと拭いたりとかね、そういうのがちゃんとした掃除はしてなかったんですよね。それでこのトイレのこのマットを敷いてない人もいるかもしれないですけど、私はトイレのこの下のねスリッパとかのとこのマットを一応敷いてて、まあ、それをね洗濯したタイミングでね、トイレの床部分をねちょっと一旦しっかりと雑巾でゴシゴシゴシと拭いてね、ちょっとすっきりして、それが良かったかなっていうふうに思ってます。とりあえずね一回トイレ掃除できたんでね、年末に向けてね、まあ、あとは日々の適当な掃除でいいやっていう感じ。あとはね、そのお風呂とかね、排水口とかのところを一回ちゃんときれいにしたりとか、一回カビキラーしてとかね、そういうのもしたいなと思うんですけどね、それがちょっとめんどくさくてできてなくて、これが真冬に突入しちゃうとね、水回りってもっとやりにくくなるから、なるべく早くそれはしときたいなっていうふうに思ったりとかはしてるんですけど、そんなことを考えたりしてましたね。あとね、ボールペンを買ったっていうのがね、ここ数日のすごい弱い、ネタが弱いんですけど、なんか普段ボールペンってすごいめっちゃ使うじゃないですか、日常で。で、ちょっと私お気に入りの3色ボールペンとかがあって、同じのを何本も持ってたりとかして、それをねインクがなくなったらインクを取り替えたりとかしてずっと使ってたんですけど、なんかねここ最近インクを変えてもすぐこうインクがつきが悪くなっちゃうっていうのを繰り返してたんですよね。だからこうボールペンをちゃんとこうインクが下になるように縦に置いたりとか、まあいろいろやってたんですけど、なんかねインクがすぐダメになっちゃって、使い終わってないのに。でなんかこうペンで書くと
微妙にかすれるんですよね。それが地味にストレスで、それでね、もういよいよもうちょっとこのペンやめようかなと思って、もったいない、使えるからもったいないんですけど、もうボールペン一回こう捨てようかなって思ったんですよね。でボールペンって何かでもらったりもするじゃないですか。そういうのって使えなくなるわけじゃないので、すごい溜まっちゃってたりとかはしたんですけど、もうある程度年数が経って、もうインクとかがもうほぼなくなってるやつは一回ちょっと捨てようかなって思いました。まだ捨ててないんだけどね。で代わりにね、スーパーに行った時90円のボールペン買ってきたんですよ。そしたらすごいこうもうサラサラとインクが出てね、すごくこう気持ちよくてね、いやーボールペンっていいなって思いましたね。でやっぱ日本のボールペンってね、安くてもすごい質が良くて、それがほんと素晴らしいなって思いましたね。90円で買ったボールペンですけども、スーパーだからちょっと安くなってたかもしれないけど、だから100円くらいのボールペンですよね。それでもちゃんとこの持ち手のとこのグリップもちゃんとしてるし、あのすごくね、いや素晴らしいなって思いましたね。もう本当に日本のボールペン大好きって思いましたね。そうそう、そんな感じでボールペンをねまたちょっと見直して、ちょっとボールペン断捨離しようかななんて思ったりしてましたね。ネタが弱い。そうそう。あと最近はここ数日急に食欲が爆発したっていう感じですね。今まで同じ食事をしてて、あれもうちょっと食べたいなっていう気持ちがこうバーンって出てきて、あと同時にちょっとここ数日生理になって、その生理における食欲のバグっていうのも相まって、結構昨日バカ食いしちゃいましたね。夕ご飯食べ終わった後にデザートとして食パン3枚とか蜂蜜とかバターをしっかりつけて食べて、柿食べてみかん食べてとかね、デザートが永遠に続くんだがみたいなのが我ながらね、その後またちょっと、そうそう、そもそも昨日ご飯がっつりおかわりした後のデザートがそれだったんで、ちょっとやばいな、何かがバグってるなっていうのは感じましたね。生理のバグりもあるんですけど、やっぱ秋になったことによってね、気温が下がったことによる体が贅肉溜め込みましょう的なモードにやっぱなってんのかなと思いましたね。これが癖になってそれがこのまま続いていくのが、もしくはそれが加速していくのが怖いなっていうふうに思いましたね。そんな感じで、ちょっと爆食が起きそうな今日この頃っていうかね。また生理が来たんだよみたいのは嫌ですね。もともと生理の周期は短いからすぐ来ちゃうんですけど、やっぱね、そうそう、ちょっと最近は更年期の生理の乱れっていうのもあって、あれでも今回ちょっとやっぱり短かったかな、その乱れによる短さもあったかもしれないですね。うん。そんな感じで、そんな感じなんですけど、とりあえずもう最近はお金のことでね、一番モヤモヤしますね。とにかく稼ぐ方法をね、ちょっと考えなきゃみたいなね。このままだと干からびるわと思って、今はまだ平気ですけど、このままどんどん収入が減ってったらまたゼロからのスタートになってしまうと思って、とにかくいろいろ頑張んなきゃなっていう気持ちもあるんですけども、この収入が減ってきてしまった今に逆にちょっと一回休みたいなっていう気持ちもありますね。やっぱりこの生活始めて、去年のいつだろう、去年の頭ぐらいからか、なんらかんやで。いやでもしっかりと頑張り出したのは去年の4月ぐらいからだから、1年半くらいはこの自分でどうにか稼ぐっていう生活を続けてきたわけですけども、やっぱり休日っていうのがないんで、ちょっと休みたいなっていうのはねあったかなって思いますね。今日休んじゃいました、今日休日にしましたみたいな日を一応設けてても、それでも 2,3 時間は仕事してたし、仕事してない時間もいろいろ調べ物とかしてたわけだから、やっぱね休めてないっていうかね、一回ちょっとね、休みたいっていうよりもね、分かった。立ち止まりたいっていう感じですね。一回立ち止まって。ね、
そう、なんかこう追われてる感じをもう一回ちょっと一回スンってした感じに無一回スンって無になりたい感じですね。なんかね、本当にそうそう、なんかそれでこう目の前のことにこう追われずにというかね、ダメ元でもいいからなんかこうとにかくいろいろダメ元でいろいろトライというかね、種まきを増やせよお前みたいなね、そういうコマンドを自分に出したい気がします。もう収入ゼロ、今ねゼロでもいいからとりあえずなんかなんだろうな、ちゃんと新しいことをいろいろ試せよみたいなね、そういう風なケツに鞭を打ちたい気はしますね。でもやっぱりちょっと休みたいかも。ちょっとスンとしたいかもしれないですね。うん、そんなことを思った感じですね。感じですねっていうか、お金欲しい。うん、まあそんな感じでございました。ちょっとね、何ですかね。ちょっとこの後コーヒーでも飲もうかな。ちょっとね、あの、今日の動画の映像は今日じゃないんで、昨日かな一昨日かなちょっと忘れちゃったけど、にコーヒーを飲んだ時の映像でございます。ということで、それではまた。